作例写真家の伊達純一です。今回のデジタルでいこうはソニー α7R シリーズの L ブラケットについてお話ししたいと思います。僕が使っているのは α7R4 です。6100万画素の高画素モデルですね。これにカークの L ブラケットをつけています。こういう感じでね、L ブラケットつけてます。ただね、雑誌のレビューとかでは最近、α1 を借りることも増えてきました。今回もねちょうど、雑誌の、企画で α1、お借りしています。で α1 なんですけども片側に左肩にモードダイヤルがある以外はほぼね α7 シリーズと見かけ外観は一緒です。で底面もね、パッと見た目にはそれほど大きく変わってないかなって思うんですけども、実際この α7R4 で使っているカークのブラケットをつけてみるとね、ちょっとね底面が合わないんですね。ちょっと α1 の方がここの底面が、広いのかな、幅が広いんでね、カークのね L ブラケットってここ前後にね段差があるんですよ。前と後ろのこの回転止めでがっちり押さえ込む、構造なんで、この幅がちょっとでも違うと適合しないんですね。ちょっと α1 にねつけてみましたけどね、一見ついてるように見えるんですけども実はね浮いてるんですよね。どっちが浮いてるのかな、後ろ側が浮いてる。この隙間ちょっと見えるかな、隙間があるの分かりますよね。後ろ側にこの回転止めが当たってしまって、ちょっとね噛んでないんですよね。浮いてるんですよ後ろが。だから斜めになってるし、このまま強く締めてもカメラ傷めちゃいますよね。ですからねつくようでつかない、残念ながらね。といってねなかなかこのα1 に合うこの L ブラケットじゃない汎用のプレートっていうのもないんですよね。あることはあるんですけども若干不便。縦位置の時にねやっぱりもう L ブラケットに慣れてるとちょっと厳しい。ということでね α1 用のねお手頃価格のブラケットないかなって調べたんですけど、まだねそもそも RRS とかカークとかっていった代表的なね、メーカーのね L ブラケット α1 対応の L ブラケットってまだねできてないのかな。で、α9 用が使えるのかなとも思えるんですけども、やっぱりちょっとね端子類がどうなってるか不安っていうのもあります。でそもそもねやっぱりね α7 シリーズでも α7R シリーズって言った方がいいのかな、でもね α7-3 と4で違うんですよね。もうね、α7R3 はねもう売っちゃって手元にないんですけども L ブラケットだけ手元に残ってるんですね。これはどこのかな、これもカークですね。カークの、L ブラケットですね。これも前後で挟み込むスタイルなので、α7R4 で使えるかなと思って期待してたんですけども、でね α7R3 用のねカークのブラケット底面のサイズはね変わってないようなので装着できるんですよこうやって。ですからね α7R4 でも流用はできる。ただねここの側面のね端子がね引っかかってね開かないんですよね。ちょっとここが当たってしまう。無理やり開けられないことはないんですけどちょっと当たってしまう。だからねちょっとこうずらして
引き出してやれば開くんですけども、ほんのちょっとだけやっぱりね側面の端子の形状が変わってしまったっていうか位置が変わってしまったんで開けづらいんですよねすごく。というわけでねα7R4 用のねカークの L ブラケットに買い替えて、で手元にはねα7R3 用のブラケットが L ブラケットが残っているという状況です。たまにね α7-3 無印のレビューというか使う機会もあるのでね、その時に使うためにまだ残してあるって感じですね。はい。当然ねこれは α1 には適合しません。でそういうわけでねなんとかねこの α1 に使えるL ブラケットで自分のカメラじゃないんでね、もちろん欲しいことは欲しいんだけどね到底ちょっとね買える、財政状況じゃございませんので、α7R4 の残クレ、の最終月にね、残金を支払わなきゃいけないっていうね、こともありましてね、今とてもじゃないけども買えない。ただねこうやって、職権を乱用してねたまに α1 を使えるんでね、高いお金出してまでは嫌なんですけどもα1 に使えるお手頃価格の L ブラケットがあったら買ってもいいかなって思ってね、いろいろと検索してました。で唯一ね、唯一なのかどうかは分かんないけど α1 用として、出ている L ブラケットが、スモールリグですね。スモールリグの L ブラケットっていうのがありました。これはスモールリグから出ているねソニー α1、α7S3、αR4、α9-2 用 L ブラケット、型番がね3207と書いてあります。ちょっとね価格はね、スモールリグとしてはお高め、EOSR5 用のね L ブラケットが結構安かったんでね、そのぐらいだと嬉しいんですけども税込みで8138円ですね。RRS とかカーク、送料を含めた値段を考えるとこれでもかなりお安いんですけども、ちょっとね自分のカメラ買ったカメラでもないものにつけるにはちょっと高いなって、躊躇してたんですけども、ちょうど Amazon のプライムデーでこれが2,000円ぐらい安かったのかな。それでもちょっと高いなとは思ってたんですけども α7R4 にも使えるということでね、今のねカークのブラケットに特に不満があるわけではないんですけどもα7R4 にも使えるということでね、無駄にはならないだろうということでね、思い切ってポチってみました。それがこれです。僕がRRS とかを買わなかったのはここのね電池質一体のグリップになってるんでこれがちょっとね嫌でショートタイプの、L ブラケットにしていたんですけどもニコン、Z7 シリーズのもねこういう下を電池質をカバーするタイプの、L ブラケットでそれ使ってみた限りにおいてはねそれほど不便はないかなっていうことでね、であとこれもね最近のスモールリーグ最初の時よりは、随分軽量化がされているんでね、いいかなということでね、このタイプ、初めて使ってみました。ちょっとグリップがね短くて小指が余るなんていう人にはこの、電池質まで覆った形の L ブラケットっていうのはいいと思います。はい。で後ろ側はね、EOSR 用と同じで最近はね六角レンチじゃないんですよね。このコインでも開けられるドライバーですけどここにちゃんとマグネットでカチッと固定できるようになってます。はい。
個人的にはね六角レンチの方がいいんですけど、こうやってね、一応これがねカメラのテープとの固定するネジで、こっちがね L ブラケットをスライドできる側面端子にケーブルを入れて、特に縦位置にした時にケーブルが当たってしまいますので、これを緩めて、例えばねこれを緩めて、そうするとこうやってね、スライドできると。合成的にはね、もうカークのように固定系の方が合成はあるんですけども、やっぱりこう側面の端子類に、ケーブルを挿して、縦位置でカメラをセットする時なんかはね、やっぱりこのスライド式じゃないと対応できないんで、スライド式の方がいいですね。あと側面は、ここにね、六角レンチ実はねあるんですけども、この六角レンチは実はこの側面の L ブラケットを左右にシフトできるような仕組みになってます。はい、こんな感じかな。はい。こういう形状です。あとここの上スモールリグのページ見ていただければ分かるんですけど、ここにねコールド種α1 とか α9 だとここに左肩にダイヤルがあるんで、外側にコールド種で、7シリーズ α7R4 だとこれ内側にコールド種を乗っけることができます。でこれいいなって思ったらね、そこのね α7R4 にねこうコールド種、つけてモニターとかをねここに入れてもいいなと。でやっぱりホット種にね、重いものをつけてねグラグラ動かすとね、特にねソニーのマルチインターフェース種っていうんですか、あれは結構弱いんでね、あそこ壊れると痛いんでね、あんまり負荷かけたくないんですよね。でそういうこともあってね、α1 借りた時に、使うっていうのが第一目的ですけど、もしかしたら αR4 用にもいいんじゃないかと思って、思い切ってポチってみました。はい、これがね、実際に装着してみたところですね。はい。特にね、ここのストラップのね、金具はね外した方がいいのかな。その方がよりここの側面が密着できます。はい。そう今ストラップ金具は外しています。はい。でこれもね、さっきの側面の端子、ギリギリまで、を後ろ側にスライドさせてます。でそうするとねかろうじてここの蓋が開きます。ここはね、USB の C タイプと、HDM のフル端子、それはね開きます。これがちょっとでもね、前側に寄ってるとね蓋が開きません。でその時は少しだけここのね、プレート、縦位置のプレートを外側に出してあげれば開けやすくはなります。ただ開けられるのはここだけです。ここはマイクとかかな、マイクとかは開きませんし、この下にリモートケーブルを挿す、USB の、あれはマイクロかな、マイクロと互換のマルチ端子っていうのがありますよね。それも開きません。でこっちがストロボの、端子とかもあるけども、そこも、アクセスできません。でストラップ金具ここを使えなくしてどうするかっていうと、ここにねストラップ通し穴があるので、こういう縦吊りっていうのかな、縦吊りにするにはちょうどいいかなと思います。はい。これがね α1 に装着した時で、レバークランプ、その EOSR5 でテストした時もそうでしたけども、 RRS のレバークランプでもちゃんと、噛んでくれます。
もちろんね他のノブ式のクランプなら全然問題ありません。ここの縦の合成はねやっぱりここネジで留めてるんで若干の不安はありますけどね、まあボディに200600とかつけて縦位置でグリグリしなければ大丈夫かなと。その時はねレンズの三脚座に、三脚つけてください、三脚っていうか雲台つけてくださいっていうことですよね。はい。あとね電池室はねこうやってかぶさってるんですけど、まあこうやって開けられます。貸し出しのね番号が書いてありますね。はい、シールが貼ってあります。貸し出しのシールが貼ってあってねあれですけど、はい、こうやって簡単にアクセスできます。はい、でグリップもねこの分増えますから、手の大きい人でも小指が余ることはないです。もちろん R4 からねちょっとこう形状が変わって小指が余りにくくなっていますから、以前ほどね小指が余ってホールディングしづらいってことはないんですけども、まあそれでもやっぱりしっかり小指が余らずっていうか、まあグリップが余ってますよね握れるっていうことで力が入りやすいということは言えます。はい、はい、次はね自分の α7R4 につけてみました。はい、ストラップの金具はね、左肩のストラップの金具は外さずにつけてみましたけどね、結構もうストラップの金具動く自由度がありませんはい。でちょっとね、α4 はね側面のカバーがね若干開けづらいっていうかね、当たりますよねこっち側に。はい、これでね最大限のはずなんですけどね、もう少しこれ前に詰められないかな。これ前にピチッと合わせてますよね。でそういう時はね仕方がないんでちょっと合成は落ちるんですけども、側面のカードにアクセスしたいっていうのとこのストラップを普通につけたいっていった時はねほんのちょっとだけここ緩める、ほんのちょっとだけね、隙間が出ちゃうんですけどもここね、でそうするとねここストラップが動く余裕が出てくるのかな。もうちょっと開けないとダメかな。でもね、はい、こうするとね開けられます。もう少し開けた方がいいのかなこれ。あんまり隙間開けるとね合成が低下するからねやりたくないかなと思うんですけど、これで、はい、このくらいかな。はい、ちょっとねカメラを挟みながらの操作なんでね、このぐらい隙間が空く。でもそれでもストラップの金具の動きがね難しいな。もう少しここを緩めて前側に L ブラケットを出してもいいのかなと思うんですけども、はい、まあその時は今 α1 でね最適化してたんで、α7R4 でねやるとねなかなかこれが難しいと。だからこれで付属のレンチでね少しここを緩めてみますね。緩めてこれでこう動くんですよねこうやって。はい、でそうするとここのストラップのね動きが少し干渉しない位置があればそこで止めちゃう。はい、こんな感じかな。はい、カメラの画面にうまく入ってるかなよいっと。はい、これでここのストラップの金具が多少はフリーに動くようになりました。でこれはね戻しておけるんですよねここにスパンとね。はい、でそうすればね、今度やっぱりこっちにしたんでここが狭くなるんで今度はまたこれもう少し出しとかなきゃいけないっていうね悪循環
このぐらい出しちゃえばもう普通にフリーでここも動きますし、ここも開けられる。はい、はい、こんな感じ。ね、これだったら α7R4 の場合ね、上下にね、上が USB のね、違うか、 HDMI が上にあるのか、マイクロ HDMI が上にあって下に、USB があるから、マルチと、タイプ C と両方あるんですよね。ですからどうしてもこう動画とライブビュー撮影するためによくね、マイクロの HDMI 端子入れさすんですけども、やっぱり上下、あと USB の給電とか充電とかするんで上下必要なんですよ。開かないと困るんですよね。だから α7-4 で使う時はね、ちょっとここの両側を開けなきゃいけないっていうことで、まあこうやって L ブラケットを少し引き出す必要がありそうです。どっちみちね、縦位置でケーブル挿す時はこれ思いっきり開いた状態で使いますから、こうやってね使いますから、まあ合成っていう意味ではある程度諦める必要があるんですけどね、こうやって立てるんでね。はい、こんな感じですね。はい、もちろんこれ、全部抜けば、縦位置 L のブラケットなしの状態にもできます。でもそういう使い方するならわざわざこのブラケット買わずにね、汎用のブラケットとかね、でもいいのかなと思います。はい、こんな感じです。ちょっと隙間がねこのくらい開けないとストラップが干渉するのと蓋が開かない、側面の蓋が開かないっていうことです。でもう一つね、その、ウェブページに載っているコールドシューのパーツがこれですね。はい、ちょっと分かりづらいかな。はい、コールドシューのパーツ、こんなパーツです。こうか、はい、こういうパーツがあります。これをねここにつける形になってます。もともとねここにつけちゃうとストラップつかないんで、ストラップのこの金具は外してっていうのが基本になるんでしょうね。この α7R4 だとこの肩に乗る形ですよね。でそうすると、モニターとか結構、負荷がかかるようなものを乗っけても、グラグラしません。その代わりL ブラケットとして、使う時にはスライド幅が少し制約受けますよね。当然ですよね。で α9 の時はここにダイヤルがあるのでこうやって外側に出します。その時にはコールドシュー前から入れる形になります。ですからいろいろつけるならやっぱりビデオ用のリグの方がいいですよね。静止がメインだけどもなんかちょっとホットシューというか、ホットシューじゃないな、コールドシューで、このマルチインターフェースシューに負荷かけたくないって言った時にはこういうことができますよっていうのが他の L ブラケットにはない特徴なのかなと。これはやっぱりこういう、六角電池で締めるネジが付属しているんでこれでつけることになります。はい、ですからこういう形になるので、当然ストラップ左側はつけられない。つけられないから金具も外して、もっとカメラにと、L ブラケットの隙間をなくすと。当然このネジの六角は、はい、これで締められるようになってます。はい、サイズはこれです。はい、こんな感じかな。はい、はい、三脚ストラップの金具ね結構指が痛くなるんでね、今回外さずにやってますけど、こういう形でここにねビデオライトっていうか LED ライトとか
あとはやっぱりモニターですよね。 HDMI モニター Atomos5V とかをここにつけるとこのマルチインターフェース周を傷めずに、装着することができます。まあこんな感じなんでね、ちょっとね側面の端子へのアクセスっていう部分で、完璧ではありませんけども、まあ価格的にはよくできているのかなと、感じがします。まあ α7 系を今使ってるけども、もしかしたら α9 とか α1 に将来、買い替えられるかなっていう人が買えばね、この L ブラケット、ずっと使えるのかなという気はします。まあ、それ以外はねあんまりネジ穴とかね、スモールリグのね、特徴のネジ穴とかはそんなには多くないんでね、いろんなこうアクセサリーをつける余地は、ないですね。はい、その場合はやっぱり、リグを組むためのケージを買った方がいいと思います。はい。まあとりあえずね今はね α7R4 はねカークのそのまま使い続けようと思いますけども、はい、どうしてもねこうアトモスつけてブンブン振り回す時にはこっちの方がやっぱりね安心ですよね。ちょっとやっぱりソニーのマルチインターフェース周って接点がね先っちょにあるんでね、あそこが汎用の周を、奥まで挿すとちょっと傷むっていう感じでね、一回メンテナンスに R3 の時かなメンテナンス出して、なんか傷んでますよって言って交換されましたんでね、意外と別にそんなに接点傷めたつもりはないんですけども、ちょっと点検で引っかかったりしました。というわけでね、まあこういうスモールリグの、3207っていうタイプですか、これだとね α7R4 と、α1 そして7S3、α92 多分1もいけると思うんですけどね、で、全部共用ができます。これって両側で留めるんじゃなくてね片側だけでね、留めてるんで、最後にちょっと外してみましょうか。こうやってね、そしてここにパチッとこうねマグネットで装着しておける。はい、こんな感じですよね。で出っ張りがね前側にしかないんですよね。これこっちに入れときますね。はい、この滑り止めのゴムがあって、出っ張りは、前側これが回転止め、後ろ側はフラットになっています。これがね後ろ側がフラットになってるんでカメラの底部の厚みが若干違ってもこの多分三脚ネジ穴から全部までの距離はα7 も、α9 も α1 も多分一緒なんだと思います。ですから前でしっかり押さえて後ろはフリーっていう形にしとく。でそれだと、前だけの固定なんでちょっとだけここの滑り止めで、固定力摩擦力を増してるって感じですよね。はい、であとはここで縦位置用のブラケットを緩めてスライドさせたり、そうねもう実際にやってみますね。これスライドさせたり、できます。こういう感じ、これだけ伸びます。もちろんこれ全部外せばすっぽ抜けますから、縦位置のない、ブラケットとして、特に側面の端子に、アクセスしたいっていうねというこれしか撮らないとかねビデオのようにね、でその側面の端子にアクセスしたいって言った時には
これ縦位置は外して使うっていうのもできます。はい、はい、以上ねこれスモールリーグから発売された α1 対応の L ブラケット3207でした。